おはようございます。ケンです。今日もテスラオーナーやテスラ株の投資家の皆さんにとって見逃せない最新ニュースをお届けします。2025年5月、テスラに関する重要な動きが相次いでいます。生産調整、政治的影響、そして中国市場でのリスクとチャンス、これらのニュースがテスラの株価などにどう影響してくるのか、今日も詳しく解説していきたいと思います。特に今回の動画では、イーロン・マスクさんが政府効率化省で果たしている役割や、オースティン工場の生産停止が投資家に与える影響についても触れてきます。最後までご視聴してもらうことで、これからのテスラの動きに対する理解も深まってくると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、早速始めていきましょう。まずは2025年5月時点でテスラの状況についてお話をしていきます。ここ数ヶ月、テスラは一連の生産調整を行っています。特に注目すべきは、オースティン工場での生産停止です。メモリアルデー週。これはアメリカ合衆国で毎年5月の最終月曜日に行われるメモリアルデーを含む週のことで、この日は戦没軍人を追悼するための連邦祝日であり、多くの企業や学校が休業となります。この週にモデル Y とサイバートラックの生産ラインが一時停止される予定なんですが、これは単なる調整なのか、それとも深刻な問題なのか。実はこの停止っていうのは昨年にはなかった異例の措置なんです。背景には納車台数の減少や在庫の増加が影響していると言われています。具体的には2025年第一四半期で約2万6000台の在庫が積み上がっていると報じられています。つまり生産台数に対して需要が追いついていない状況が続いているということにもなります。さらに2025年2月以降、オースティン工場では残業時間の削減や相対の指示が増加しています。従業員にとっては厳しい状況ですが、テスラ側としては生産コストの見直しが進んでいる可能性があります。これらの動きはテスラの経営戦略にどのような影響を与えるのでしょうか。そして投資家にとっては何を意味するのでしょうか。実際2025年の第一四半期でテスラの納車台数は前年同期比で 13% の減少となりました。その一方で生産された車両の在庫は約2万6000台も積み上がっているという状況です。この在庫の増加こそが今回の生産調整の背景にある要因の一つと考えられます。さらにオースティン工場では今年の2月から残業時間の削減が指示されると先ほどありました。一見するとコストの削減の取り組みにも見えますけれども、実際には需要減少に対応するための調整とも取れます。加えて4月にはサイバートラックの生産目標が引き下げられ、一部の従業員が他の部門へ配置転換もされています。この一連の動きはテスラが需要の変化に対応して生産体制を調整していることを示唆しています。しかしここで投資家が気をつけるべきポイントは、この調整がどの程度続くのか、そして株価にどのような影響を与えていくのかということにもなってくると思います。もし在庫の調整が順調に進み、需要が回復すれば株価の反発も期待できます。しかし仮に調整が長期化し、サイバートラックの生産再開が遅れるようなことがあったりすると、株価への悪影響というのも避けられないかもしれません。そしてテスラのオーナーにとっても重要な点があります。例えば納車待ちの人にとっては、今回の生産停止がさらなる納期の延期につながってくる可能性もあります。特にアメリカの方でサイバートラックの予約者にとっては、今回の調整がどのように影響するのか注視するところになってくると思います。はい。では次に注目したいのは、イーロン・マスクさんの政治的な動きがテスラに与える影響についてです。2025年、イーロン・マスクさんはトランプ大統領の政権下で同時の責任者として活動しています。同時っていうのは政府の無駄を省き、効率化を図ることを目的に設立された省庁ですが、その活動内容が注目を集めています。イーロン・マスクさんはこのポジションを利用して
自社に有利な規制緩和を推し進めているとも言われています。例えば自動運転技術に関する規制緩和が進めば、テスラの FSD 完全自動運転機能の展開が加速する可能性があります。これによりテスラ社の価値がさらに高まり、株価にもポジティブな影響を与えることが期待されます。一方で、この動きには懸念もあります。同時の活動が利益相反ではないのかと指摘する声が上がっているんです。なぜなら、イーロン・マスクさんが同時の責任者である一方で、自身の企業であるテスラやスペース X が政府と契約を結んでいるからです。仮にイーロン・マスクさんが同時の立場を利用して自社の事業に有利な規制緩和を行った場合、それは連邦政府の倫理規定に抵触する可能性があります。このような状況が続くと、テスラやスペース X への政府の契約が見直されるリスクっていうのも考えられます。さらに同時の活動は複数の訴訟も提起されています。訴訟の内容は同時の設立そのものが憲法違反であり、政府の透明性や説明責任を損なっているというものです。もしこれが裁判で認められた場合、イーロン・マスクさんの影響力が弱まり、テスラへの規制緩和も見直される可能性があります。ここで重要なポイントは、イーロン・マスクさんの政治的立場が株価に与える影響です。例えば規制緩和が進み、自動運転技術が普及すれば、テスラの収益はさらに拡大する可能性があります。一方で、同時に対する訴訟が長引けば、イーロン・マスクさんの活動が制約され、テスラへの悪影響も考えられます。これはテスラのオーナーにとっても重要なところになってくると思います。規制緩和が進めば FSD の機能拡張や新たなアップデートが期待できますが、訴訟や政治的圧力が強まればその展開も遅れる可能性があります。イーロン・マスクさんは同時の活動を抑えてテスラに集中すると言われていますが、100% 同時から離れるわけではないので、今後も政治的な影響っていうのは受けていくと思います。引き続き政府との関係については要チェックじゃないかなと思います。はい、では次に注目したいのはテスラの中国市場での動向です。中国市場はテスラにとって最大の生産拠点であり、同時にリスクが高まっている地域でもあるんです。現在テスラの上海ギガファクトリーは年間生産台数の半数以上を担う重要な拠点です。しかしアメリカと中国の間の貿易摩擦が激化する中で、この拠点が抱えるリスクが浮き彫りになってきました。例えば中国政府がテスラに対して新たな規制を課す可能性が取り沙汰されています。テスラ社に搭載されているカメラやセンサーがデータ収集の手段として利用されているのではないかという疑念が一部で広がっているんです。中国政府が国家安全保障を理由に規制を強化すれば、テスラの販売や生産に影響を与えることは避けられません。さらに上海工場で生産されるモデル Y やモデル3が在庫として積み上がっているということも問題です。2025年の第一四半期には約26,000台の在庫が発生したと先ほども言いましたけれども、これは需要の減少を示している可能性というのもあるんです。ここでポイントになってくるのは中国市場における価格調整です。テスラが価格を引き下げることで一時的に需要を喚起することはできるかもしれません。しかしそれっていうのは利益率の低下にもつながります。テスラが価格を維持しながらも販売台数を増やすことができるのか、このバランスが非常に重要です。そしてもう一つ注目すべき点があります。それはイーロン・マスクさんがトランプ政権下で政府効率化省の責任者として活動していることです。これが中国政府との関係が悪化する可能性っていうのも十分にあります。イーロン・マスクさんがアメリカの政府の立場に立って行動すれば、中国市場での事業の活動に制約がかかる可能性っていうのもあるんです。テスラのオーナーにとってもこの動きっていうのは見逃せません。中国市場での規制の強化が進めば、部品供給の遅延や納車スケジュールの変更が発生する可能性があります。特に新型モデル Y の納車待ちの方にとっては、この動向に注視しておくべきだと思います。では、投資家の方にとってはどうでしょうか？テ
テスラの売上の大部分が中国市場に依存している現状を踏まえると、中国市場のリスクが高まることは株価への下押し圧力となり得ます。しかし逆に中国政府が規制を緩和し、EV 市場の成長を後押しする動きがあれば、テスラの価格は大きく反発する可能性もあります。このように中国市場の動向っていうのは、テスラにとって大きなリスクであり、同時にチャンスでもあります。今後のアメリカと中国の関係や中国政府の方針に注目しながら投資判断をしていくっていうのが重要になってきます。はい。では今日はここまでテスラの最新ニュースをお伝えしてきました。ここで一度重要なポイントを振り返りながら、テスラオーナーの方や投資家の皆さんが取るべきアクションについて整理をしていきます。まず、オースティン工場の生産の調整についてです。メモリアルデー州の生産停止は在庫の調整とコスト削減が目的とされていますが、納車待ちのオーナーにとっては納期の延期が懸念されています。特にサイバートラックの予約者は、今回の生産停止がどの程度の影響を及ぼしていくのか、テスラの今後のニュースもしっかりとチェックしていきましょう。一方で投資家にとっても注目ポイントがあります。テスラの在庫が約26,000台積み上がっている現状は、需要の鈍化を示している可能性があります。今後の決算発表や納車数の報告で、この在庫がどのように処理されていくのか、これが鍵になります。仮に在庫が消化され、納車台数が回復するようであれば、株価の上昇っていうのも十分に期待できてくると思います。次にイーロン・マスクさんの政治的活動です。トランプ政権下での政府効率化省の活動がテスラの事業にどのような影響を与えるのか、もしイーロン・マスクさんが推進する規制緩和が成功すれば、FSD の進展や自動運転技術の普及が加速し、テスラの収益にもプラスに働く可能性があります。ただし、訴訟のリスクにも目を向ける必要があります。同時の活動が違法だと判断されれば、イーロン・マスクさんの政治的影響が制限され、規制緩和の流れが逆風に変わることも考えられます。この点は投資家にとっても重要なチェックポイントです。そして最後に中国市場のリスクとチャンスについて、中国政府の規制強化が現実となれば、上海工場の生産体制や販売戦略に影響を与える可能性があります。特に EV 市場での競争が激化している中で、テスラがどのような価格戦略を取るのか、ここが今後の売り上げに直結するポイントとなります。まとめますと、今回のニュースで見えてきたのは、テスラが複数のリスクとチャンスの狭間に立たされているという現状です。オーナーとしては納車スケジュールの変動だったり、FSD のアップデートに注目しつつ、最新の情報をチェックしておくことが重要です。一方で投資家としては、短期的な生産調整と在庫の推移を見極めながら、中長期な視点でテスラの成長戦略を再評価していく必要があります。特に中国市場での動向は今後の株価に大きく影響を与える可能性があるので、ここは注視していきましょう。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。輻射熱装置を使った未来の空調管理システムを手掛けている株式会社エコファクトリーさんの体験会を7月27日の日曜日に行うことになりました。場所は熊本になります。熊本空港から車で10分ぐらいの場所になります。空港までは迎えに行きますし、福岡からなら僕と一緒に行こうと思います。ぜひ真夏の輻射熱体感されてください。特に経営者の方でオフィスの電気代の高騰に悩まれている方などには必見の装置だと思います。またこれから家を建てようかなと思われている方にも最適です。1年間快適な環境を作ってくれ、さらに電気代まで抑えてくれる非常に素晴らしい空調機器だと思います。エコファクトリーさんの輻射熱装置エコウィンに関しては僕のもう一つのチャンネルの方で動画を撮っています。概要欄に掲載しておきますので、ぜひ興味がある方はご覧になってください。これから夏に向けてクーラーの季節になりますが、クーラーの冷風などが苦手な方も多いと思います。輻射熱では冷風などもなく部屋が快適になります。
こればっかりは体感してもらわないとわかりません。ぜひ真夏の輻射熱、これを体感されてみてください。輻射熱って聞くと真夏に大丈夫なのって思うかもしれませんが、めちゃくちゃ快適な空間になります。興味がある方は僕の公式 LINE の方から問い合わせをよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。